ある。江戸時代。江戸時代は、日本の歴史のうち江戸幕府、徳川幕府の統治時代を指す時代区分である。徳川時代、徳川時代、徳川日本、徳川日本とも呼ばれる。藩政が行われていた地域の郷土史では藩政時代、藩政時代とも言う。概要、江戸時代の期間は、1603年3月24日、慶長8年2月12日に徳川家康が征夷大将軍に任命されて江戸、現在の東京に幕府を樹立してから、注釈1、1868年10月23日、慶応4年、明治元年9月8日の一世一元の命の発布、一世一元への移行に伴い、慶応から明治に改元されるまでの265年間である。なお、周期については、ペリーが来航した1853年、嘉永6年、八桜田門外の変があった1860年、万延元年、徳川慶喜が大政奉還を明治天皇に上奏した1867年11月9日、慶応3年10月14日、とする見方や、王政復古の大号令によって明治政府樹立を宣言した1868年1月3日、慶応3年12月9日、江戸開城された1868年5月3日、慶応4年4月11日、あるいは廃藩置県が断行された1871年、明治4年とする見方も存在する。沿革、江戸時代初期、前期、徳川家康は征夷大将軍に就くと、領地である江戸に幕府を開き、ここに江戸幕府、徳川幕府が誕生する。豊臣秀吉死後の政局の混乱を収め、産業、教育の振興その他の施策に力を入れるとともに、大阪の陣、大阪の駅により豊臣氏勢力を一掃。その後の島原の乱も鎮圧することで、平安時代以降、700年近く続いた政局不安は終焉を迎えた。以後200年以上続く長期安定政権の基盤を確立し、元和演武と呼ばれる平和状態が日本にもたらされた。設立当初の幕府の運営体制は、庄屋仕立てと評される、徳川家の家政を踏襲したものとなったが、寛永10年頃に、老中、若年寄り、などの末期まで続く制度が確立した。3. かつて徳川家康と豊臣政権の同僚だった大名は、外様大名として扱われ、広大な領土を持つ者もいたが、関東や近畿地方などの領地からは遠ざけられ、従前の武家政権のように幕政に関与することはなくなった。徳川氏一門の審判大名は大領を持ったが幕政には関与せず、関ヶ原の戦い以前から徳川家に仕えていた譜代大名、旗本によって幕政は運営された。武家諸法度によって大名は厳しく統制され、大大名も改易処分となり大領を失うことがしばしば発生した。京都、大阪、長崎といった全国の要所は直轄領、天領として大名を置かず、幕府の役人が統治を行った。朝廷に対しては近中並びに公家諸法度や京都諸次第による統制が行われ、自立した対外行動を取ることはできなくなった。また、平和が将来されたことにより、大量の兵士、武士が非生産的な軍事活動から行政的活動に転じ、広域的な神殿開発が各地で行われたため、戦国時代から安土桃山時代へと長い成長を続けていた経済は爆発的に発展し、高度成長時代が始まった。また江戸時代には、対外的には長崎出島での中国、明、清、オランダとの交流と対馬藩を介しての李氏朝鮮との交流以外は外国との交流を禁止する鎖国政策を取った。ただし、実際には薩摩に支配された琉球王国による対中国交易や渡島半島の松前氏による北方交易が存在した。バテレン追放令は、すでに豊臣秀吉が発令していたが、
鎖国の直接的契機となったのは島原の乱で、キリスト教徒一揆、中世の黒人一揆と近世の百姓一揆の中間的な性格を持つ者が結びついたことにより、その鎮圧が困難であったため、キリスト教の危険性が強く認識されたからであると言われる。またこの間、オランダが日本貿易を独占するため、スペインなどのカトリック国に日本植民地化の意図があり、危険であると幕府に助言したことも影響している。中国では同様の政策を解禁政策と呼ぶが、中国の場合は主として沿海地域の和光をも含む海賊からの防衛及び海上での密貿易を禁止することが目的とされており、日本の鎖国と事情が異なる面もあった。しかし、日本の鎖国も中国の解禁と同じとして、鎖国より解禁とする方が適当とする見解もある。鎖国政策が実施される以前には、日本人の海外進出は著しく、東南アジアに多くの日本町が形成された。またタイに渡った山田長政のように、その国で徴用される例も見られた。しかし鎖国後は、もっぱら国内重視の政策が取られ、基本的に国内自給経済が形成された。そのため三島を中軸とする全国経済と各地の城下町を中心とする藩経済との複合的な経済システムが形成され、各地の特産物が主に大阪に集中し、天下の台所と呼ばれた、そこから全国に拡散した。農業生産力の発展を基盤として、経済的な繁栄が見られたのが元禄時代であり、この時代には文学や絵画の面でも、井原西鶴の浮世草紙、松尾芭蕉の俳諧、近松門左衛門の浄瑠璃、石川師宣の浮世絵などが誕生していく。これらの文化は京、大阪をはじめとする関西地域から生まれた。また、この元禄期に花開いた文化は元禄文化と呼ばれる。江戸時代中期、元禄期、聖徳期。元禄時代の経済の急成長により、貨幣経済が農村にも浸透し、杉、桑、漆、ヒノキ、楮、三草、紅花、藍、麻または木綿、など商品作物の栽培が進み、漁業では上方漁法が全国に広まり、瀬戸内海の沿岸では入浜式塩田が開かれて塩の量産体制が整い各地に流通した。手工業では綿織物が発達し、伝統的な絹織物では高級品の西陣織が作られ、また、灘五号や伊丹の酒造業、有田や瀬戸の養業も発展した。やがて、18世紀には農村工業として問屋製家内工業が各地に勃興した。人と物の流れが活発になる中で、城下町、港町、宿場町、門前町、鳥居前町、鉱山町など、様々な性格の都市が各地に生まれた。その意味で江戸時代の日本は、都市の時代であったという評価があり、全世界の歴史を見渡してみても、日本の江戸時代ほど都市が計画的に、しかも大量に作られ、その新しく作った都市が社会構造の中で中心になった例は、他に見られない、とされている。4、18世紀初頭の京都と大阪は共に40万近い人口を抱えていた。同期の江戸は人口100万人前後に達しており、日本最大の消費都市であるばかりでなく、世界最大の都市でもあった。当時の江戸と大阪を結ぶ東海道が、18世紀には世界で一番人通りの激しい道だったと言われている。5、このような経済の発展は、院内銀山などの鉱山開発が進んで金、銀、銅が大量に生産され、それと引き換えに日本国外の物資が大量に日本に入り込んだためでもあったが、18世紀に入ると減産、枯渇の傾向が見られるようになった。それに対応したのが、新井白石の開博五子神令、長崎神令であった。彼は幕府開設から元禄までの間、長崎貿易の決済のために、金貨国内通貨量のうちの4分の1、銀貨は4分の3が失われたとし、長崎奉行大岡清愛からの意見書を参考にして、この法令を出した。その骨子は輸入規制と商品の国産化推進であり、長崎に入る異国船の数と貿易額に制限を加えるものであった。
記憶2000は年間30艘、交易額は銀6000貫にまで、オランダ船は年間2隻、貿易額は3000貫に制限され、従来は輸入品であった綿布、生糸、砂糖、鹿革、絹織物などの国産化を奨励した。徳川吉宗の幕政、享保の改革。8代将軍となった徳川吉宗は、紀州徳川家の出身であり、それまで幕政を主導してきた譜代大名に対して遠慮することなく大胆に、農本主義に立脚した政治改革を行った、享保の改革。吉宗が最も心を砕いたのは米価の安定であった。貨幣経済の進展に伴い、諸物価の基準であった米価は下落を続け、米価安の諸式高、それを俸禄の単位としていた旗本、御家人の困窮が顕著なものとなったからである。そのため彼は倹約令で消費を抑える一方、新田開発による米の増産、上面法採用による収入の安定、上米令、堂島米会所の公認などを行った。米将軍と称されたゆえんである。それ以外にも、財政支出を抑えながら優位な人材を登用する足高のせい、簡約用書金融の緩和や甘蔗栽培の奨励、目安箱の設置などの改革を行った。幕府財政は一部で健全化し、1744年、延享元年には江戸時代を通じて最高の税収となったが、年貢税率の固定化や酵素の重化や厳重な取り立てとなり、また、行き過ぎ